あんなたわけが。授業が終わってすぐ帰っただと。今日こそは来いとあれだけ言い含めたというのに、いつまでサボり続けるつもりだ。まったく手のかかる。せめてもう少し勤勉に育つようスクール生のうちに目をかけてやっていればよかっただろうか。お疲れ。音聞こえるか？それじゃあ始めようか。今日はどうする？88でもいいが、そろそろ君も点々にチャレンジしていい頃合いじゃないか。そうか。まあ確かに点々のリバーシはマスが増える分戦術難度がかなり上がるからな。それじゃ今日は88でがっつりやろう。君がどれくらい強くなってるか期待しているぞ。ほう、なかなかの手筋だ。よく勉強してきているが、甘いな。君が四隅を取ることに不信している間に俺は何をしていたと思う？君の退路を断っていたのさ。そう、君は四隅を取ることに固執しすぎた。だから俺が君の選択肢を絞り続けてきたことに気づけなかったんだ。目先の利益にとらわれすぎれば盤面を見渡す目が曇る。フォーカシングイリュージョン、典型的な認知バイアスだな。パターンに縛られるな。一手の利益に惑わされるな。盤面全体を支配する。それこそボードゲームの真髄だ。嬉しいことを言ってくれる。だが君の上達速度もなかなかのものだよ。今日も結構歯ごたえがあった。点々もすぐ慣れるだろうし、他のボドゲも覚えられるんじゃないか。君とチェスやカードゲームをやるのも楽しそうだ。お、興味あるか？いつでも教えてやるぞ。オンラインで人数募って人狼系とか陣取り系とかやるのもいいかもな。と、もういい時間だな。今日はお開きにするか。次は点々でがっつり対戦してみよう。俺はいつでもいいよ。君に合わせる。基本オンラインだし、気が向いた時にとつってくれて OK。いい加減出てこい、このたわけ。ルーラ、おい返事をしろ。ルーラ、聞こえているのか？起きているのか？お前はトレーナーか。どうもこうもルーラーが、サボり魔のたわけがここを根城にしてこもっているんだ。いくら使われていない古い物質だからといって勝手に根城にしているのも問題だが、今日こそトレーニングに出ろとあれだけ言い含めたというのに、すっぽかすどころか返事もせんのだあいつは。そうだな、
眠りこけているというならば叩き起こしてやる。あいつ切ったな。レン？ああ、こうなれば強行手段だ。今日という今日はもう許さん。今までは温情をかけてやったに過ぎん。出てこい、このたわけが。なんで鍵は？今日こそ走ってもらうぞ。話してくださいよ、エアグルーヴさん。今日はがっつり積みゲー崩したいんだって。誰？君。え？そうだ、俺こそがドミナーレさんだ。君の憧れの。あれ君なの？ここのトレーナー。マジ悪いね。せっかく憧れてくれてたのに夢を壊してしまった。いや帰る。させん。嫌だ、帰らせてくれ。散々カッコつけといてこんなのバカみたいじゃないか。最悪だ。わけのわからんことを言ってないでシャキッと立て。今日という今日はトレセン学園生としての本分を全うしてもらうぞ。はは、選抜レースですか。勝手に登録したんですか。ちょっと横暴じゃないですかね、エアグルーヴさん。このくらいしなければ走ろうとせんだろお前は。もうすぐゲート入りだ。さっさと行け。はいはい、わかりましたよ。ああ、それで君、さっきのあれは忘れてくれ。なんというか寝起きだったんだよ。だがもう目は冴えた。俺の華麗なる戦術はレースにおいても発揮されることを見せてあげよう。不覚を取ったな。だがこの程度ロスにもならない。メンツ的に大逃げの手を打つやつもいないだろう。ふん、定石通りの進展だな。おっと13番、仕掛けが早いな。強襲で展開を乱すつもりか。だがこの盤面なら第4コーナーからで十分ひっくり返せる。オールインするならここだ。あと10点。8、6 この盤面もらあれ、じゃあこれ届かん。1着は13番か。いい足だったな。普通そこは手詰まりになるだろう。そこまで連度高いなんて聞いてないって13番。結局そのパワーで殴るのが正義ってかはず。治って生まれたい。つか帰ろう。貴様また。すぐレースの振り返りをしろ。その後はトレーニングだ。嫌です、帰ります。約束はレース出るだけです。本日は閉店しました。やっ
だ。君だってどうせダッサとか思ってんだろ。いいもん、もうやめるから。こらルーラああ、もうまったく世話のかかる。ルーラいい加減出てこい。出なければ強制的に。あ、この貴様内鍵をつけたの。一戦だけな。さて、どんどん辺が黒で固まってきたぞ。だが君の打てる手はもう限られている。デッドエンドだ。点々はより序中盤の忍耐が必要になってくる。じわじわと相手の打てる手を奪っていくことが重要なんだ。まあな、中盤までは相手に多く石を取らせて終盤で一気にまくるなんてのはリバーシじゃ定石だ。まあそこそこパラドキシカルな手で終盤一気に追い込んだ時の相手の反応が俺は好きでね。そういうプレーが多いかな。ああ、特に人狼役をやるのは好きだ。会話の流れをコントロールして干渉した時の快感といったら格別だ。そりゃあもう俺は子供の頃から頭脳明晰、運動神経抜群の秀才だったからな。初めてのレースでも圧勝したさ。レーススクールの見学時に参加したレースだったが、敵の動きを見極め効果的な戦術を選択し華麗に差し切った。スクールに通ってた頃の映像もあるぞ。両親が撮ったものでな。君には特別に見せてやろう。だろ。走れば走るほどレースってのは頭を使うボドゲみたいな面白みを感じてな。攻略に夢中だったな。お断りだな。じゃあおやすみ。ルーラーがサボりたがる理由？どうもこうもない。拗ねているんだあいつは。あいつがトレセン学園入学前にレーススクールに通っていたことは知っているか？そうだな、確かに目を見張るものがあった。通っていたのは私の母が運営するスクールでな。よく頭が回る子で走りもずば抜けていた。レースは軒並み快勝、故にこそ楽しげだった。だが世の中そう甘くはないだろう。トレセン学園はずば抜けている者たちの集まりだ。奴の戦術もそう毎度通用するわけではない。勝つ時は勝つ。だが戦術がうまくはまらなければ惨敗。それが面白くなかったんだろう。へそを曲げるようになって。そういうことだ。あのたわけはとにかくモチベーションの維持が難しいたちなのだ。
今日はこれをやらないか？新作の中世シミュレーションゲーム。ボドゲ好きの間でも戦略性が高くて面白いと話題でね。100年戦争がモチーフの対戦ゲーだ。君は防衛側のフランス軍、俺が侵攻側のイングランド軍で行こう。100年戦争。英仏間の王位継承問題と領土問題を背景として100年以上にわたり続いた戦争である。舞台はフランス領土。さて、それはどうだろうな。確かに数ではそちらが圧倒的に上だが、数が全てかな。蹂躙せよ！軍というのは数をかき集めればいいというものではない。部隊としての連度がものを言うんだよ。果たして兵糧が足りるかな。周辺の穀倉地帯は灰にした。もはや外から運ぶしかあるまい。ああ、救援などどこからも来ないよ。周辺の有力領主は大体抱き込んでしまったからね。もはや君たちは孤立無援。終わりだ。連兵、補給、そして外交。戦いは戦場だけで起こっているのではないんだよ。トドマ？君の担当馬娘のか？なるほど。戦略的な観点からブラッシュアップしたいわけだ。まあ得意分野だ。構わないよ。まずこのスケジュールだが詰めすぎだな。時間が限られているのはわかるが、これじゃ士気が持たない。だからあとトレーニング強度は段階的に上げるのが定石だろう。スタミナと瞬発力のみを重点的に鍛えて、無用な消耗は避ける。食事については考えているか？スタミナを盛りつつ疲労回復を図るなら、ビタミン B1 と鉄分、亜鉛、あとタンパク質だな。メンツ、コース、もろもろの条件を鑑みて、これだけ備えておけば勝てるだろう。どうだ？あ？出遅れって。いや待て、このデータ。君、もしかしてこれ。嫌だ。クソゲーで負けるとかもうごめんだし。当たり前だ。この俺が完璧に練り上げた戦略なんだから。いいだろう、試してやる。俺の戦略が完璧だってこと証明してやらないとな。お前自らここへ来たのか？トレーニングをしに？これはおかしなことを聞く、エアグルーヴさん。ここでやることといえばトレーニングしかないでしょ。さてトレーナー、最短手数のルートで行こう。終盤の寄せで打ち取るにはスタミナと瞬発力の強化が最優先。俺としては
次の局面でもう一押しできる決定打が欲しい。瞬く間に成果を上げてみせよう。小松菜と豆腐たっぷりの味噌汁で鉄分、植物性タンパク質の補給は十分。レバニラ炒めでビタミン B1 もクリアだ。対局パターンも読み切ったし、あとはひたすらスタミナとパワーの増強だな。順調だ。天気予報を鑑みるに想定よりタフな盤面になりそうだな。もうちょいスタッツを底上げしたい。負荷上げるか。あのたわけ自ら選抜レースに申し込むとはな。どうなることやら。盤面はすでに我が掌中にある。存分に踊るがいい。体制完了。選抜レーススタートです。おっと、13番ルーラーシップ、馬群から大きく遅れて最高峰からのスタートです。先行争いは5番、9番、12番。おおむね定石通りだ。やや盤面が広がりつつあるが、リード差は想定内。とすれば最善のルートはやはり外側。タクティクスを仕掛けるのは第3コーナーだ。ここでルーラーシップぐーんと上がってきます。仕掛けるには少々早いタイミングだが大丈夫か。以前ならばこのエンドゲームを制することはできなかった。最善の手、最善のタイムマネジメントで踏破する力が欠けていたからな。だがこの日に備えてきた俺にはその力がある。はあ、先頭ルーラーシップ差し切ってゴール。素晴らしい追い込みでした。すごいな、あの伸び方。いい足を持ってる。あの子、あんなにしっかり走れるのね。完璧だ。はあ、最高の気分だ。いいな、レース。そうか、こういう攻略法か。今までとは別ゲーぐらい面白いかもしれん。やあ、見てたかトレーナー。まあ当然の結果だ。それに君こそなかなかの慧眼を持っていると思うぞ。気に入った。右腕というのも悪くない。トゥインクルシリーズを支配しに行くというのもそこそこ面白そうだ。君には特等席で俺の活躍を見せてやろう。楽しみにしているといい。というわけで俺はデビューしますよ、エアグルーヴさん。あなたの望み通りトレセン学園生の本分を全うしてみせましょう。こちらの我が右腕とともにね。え？ルーラ、お前まだ担当契約についてきちんと話してはいないんじゃないか？いや、だってそんなの話すまでもなく。君、俺の才能に惚れ込んでるんだろ？担当なりたいよな？ああ、なるほどね。俺としたことが勘違いも甚だしかったかな。最悪だ。
やだなんでだよバカ。そんくらいわかるだろ。かっこいいとけよ。君が一番優しいもん。怒らないしボドゲもできるもん。絶対担当は君じゃなきゃ全部やめる。サインオアギブだ。二つに一つなんだ。本当やったーああ、そうだろう。君は俺の才能の虜だからな。当然の帰結だ。いいぞ、契約してやる。我が右腕としてよろしく頼むよ、トレーナー。頼んだぞ、本当に。いやはや、まさかここまで予想通りに踊ってくれるとは。そう、本当の占い師は昨日満場一致で釣ったあいつだったのさ。そして君たちの信じたこの俺こそ語りの偽占い師人狼だ。さあ同胞よ、姿を現せ、牙を向け。ここからはパワープレイだ。釣り縄2本残して人狼陣営全員生存と。余裕のストレート勝ち。おつでーす。ふぅ、一休みしよう。そうだ、トレーナーはインしてないな。なんだよ、まだ仕事してるのか。担当が休養日だってのに。今暇か。いや、こっちが暇人かよ。今何してる？なんでってなるんじゃ。あれなんて送れば。やっぱ仕事中っぽいな。どうしよう。ノック。いやー。うわっ、トレーナー。何かとはたまたま通りかかっただけだが。そんなこと見ればわかるだろう。では失礼。危なー。無駄にうろうろしてたのバレてたらどうなってたか。こういう時って今までどうしてたっけ。いや、そもそも用もないのに会う必要はあるよ。あるだろ。レースのためには良好なコミュニケーションは必須ですし。でも気安くなりすぎるのはな。こっちから歩み寄るのは簡単だけど、考えてもみろ。この俺が用もないのに犬っころのように駆け寄っていったりなんかしたら。トレーナー聞いちゃった。きっつー、無理。痛さすぎ。そんなん立ち直れない。かっこいいドミさん像がぶっ壊れちゃう。これまで築き上げてきたイメージが。俺の威厳は絶対に死守だ。トレーナーの指揮をそぎかねん。これは策がいるな。俺の優位を保ったままコンタクトを増やす。目指すは用がなくとも会える関係値だ。面白い。やってやろうじゃないか。
気を取り直して具体的な手を練るとしよう。さて、いかに自然に近づいてやろうか。いや、もちろん構わないが。図らずも呼び水になっていたというわけか。先ほどの俺の行動が。いや、こちらのセリフだ。今回は運に助けられたな。だが次は全てを操ってやろう。どんな盤面であろうと主導権を握るのはこの俺だ。やあトレーナー、奇遇だな。なんだ、俺だって必要があれば外出くらいするさ。所用を済ませてやっと一息つけるところだったんだが。そうだ、ちょうどいいものがあったな。この近くにある小さなティールームの招待券だ。父のつてでもらったものでね、消費しなければと思っていたんだ。よければ君も来ないか？何？遠慮はいらないさ。第一段階はクリア。ごくごく自然な流れで誘導できたな。トレーナー、君はすでに俺の手のひらの上だ。特に用はないが一緒に過ごすこと、それ自体が策なのさ。目的もなく漫然と共に過ごしたのに充実していた。今日はそういう経験をしてもらうぞ。さすればトレーナーはおのずとこういう時間を作りたがる。それはやがて日常になるという寸法だ。まずはリラックスした状態で食事を共にし、会話を弾ませよう。ランチョンテクニックはシンプルな分効く。どうだ、なかなかくつろげる空間だろう。ここには幼い頃からよく家族で来ていてね。おい、大丈夫か？ああ、ちょっとこぼしただけか。やけどしてないだろうな。緊張する要素あったか？よくある喫茶店で茶をしただけなのに。やむをえん、作戦変更だ。そうだな、あのじゃんけんゲームでもしようか。たまには単純すぎる運ゲーも悪くない。モーションセンサーでこちらの出す手を感知するそうだ。意外性というものは強烈に他者の興味を引く。つまり次はギャップ作戦だ。普段大人な俺が童心に帰った珍しい姿を見せてやろう。親しみやすさも演出できて一石二鳥だ。また愛子だと？おかしい。確率的にありえない。なるほど、そういうことか。トレーナー、このモーションカメラ相当優秀だぞ。俺の手の開き具合からコンマ数秒で出す手を予測しているようだ。その上でトータルはギリギリ勝てないように調整している。俺としたことが子供向けと侮ったな。だがからくりさえ分かればこちらのものだ。フェイントをかましてやろう。次で終わりだ。じゃんけんぴょい。
俺らしい？ちょっと待て、それじゃあいつも通りってこと？あれギャップは次だ。次の場所に行くぞ。どうする？どうにか巻き返さなければ。どこか俺に有利なフィールドは、人が多いな。ああ、もう帰宅ラッシュか？歩きづらいったらない。こんなの全然。ごめん、やっぱ無理。大丈夫。落ち着いてきたよ。助かった。さすがは俺の右腕だ。こんなはずじゃ。楽しく過ごしてまた遊ぼうねってなるはずが。ちょっと寒くなってきたな。中に入ろう。こっちか？圧巻だな。綺麗だ。これ本当にさっき歩いてきた街か？リアルは解像度やばいな。俯瞰マップとは比べ物にならない情報量だ。こんなとこ一人じゃ絶対来なかった。待てよ、想定とは違ったが悪くない盤面では。いける、この雰囲気なら。トレーナー、今日はなかなかに楽しかったよ。で、明日はどうする？出かけるのはしばらく勘弁だが、学内のカフェテリアくらいなら行ってもいい。それとも俺の根城にボドゲでもしに来るか？明日はずっといる予定だ。仕事が終わり次第来ればいい。聞いちゃうのそれ？嫌なら別にいいけどさ。洗濯話法も聞かないのかよ。平気で突っ込んでくるんだから。君ってさ、もうまあいいさ。今日の布石は次の盤面で生きるだろう。ひとまず実績解除だ。ああ、また明日。外出なんてろくなものじゃないか。あいつと一緒だとなんというか、まあ策抜きで気晴らしになった部分がないとは言い切れないな。やはりラポール形成のためにもこういう時間は必要なわけで。絶対もっとあっていいだろこういうの。当然だろ。これも今後に向けての布石。必要とあらばいくらでもやってやるさ。ねえねえ、ルーラーとトレーナーさん、縁日の話聞いた？夕方から近くの神社でやるんだって。縁日だって？悪くはないな。人の多いところは好まないが、せっかくの機会だ。それにトレーナーと夏らしい経験をすれば二人の関係値も盤石になろうというもの。いいタイミングで情報を得られたな。この流れなら当然。
のみんなで行こうって話してたの。ルーラーも来ない？みんなでか。悪いが遠慮しておくよ。お誘いありがとう。知っての通り騒がしいのは苦手でね。少人数でゆっくりと回れたらよかったのだが、というふうに明確に条件提示すれば君は一番シンプルな解決策を出してくるに違いない。なら二人であれ？え？これで今日のタスクはコンプリートだが、おい早いな。なんでこうなっちゃうんだよ。いや、君の過労が気になってな。右腕に倒れられては困る。昼から休みなく仕事をしていると能率も下がるだろう。そろそろ息抜きをすべきだね。おい、なんで思い当たらない。まさか縁日時代を忘れている？予想外だ。そうではなく、もっと順当に考えろ。なぜわからない？ほら、昼間のトレーニングをしていた時だ。何か気になることはなかったか？それは何か？君の固有アビリティかい？真正面から撃たなきゃノーダメとかそういうやつ。もう縁日行こうって言ってんだよバカ！なんでって理由なきゃダメ？君俺の走りとかプレイングにしか興味ないの？別に縁日じゃなくても思い出っていうか、合宿以前に夏休みじゃん。一緒に行こうよねえ。おお、いかにも夏って感じだな。本当に良かったのか？君は仕事中だったのだろう。まったく盲点だったな。必要なのは策ではなかった。君はこちら陣営なのだから、すべきは作戦共有だったんだ。にもかかわらず無駄な手ばかり打って、この前だってあんな。作戦会議ということでいいのか？今後のラポール形成のための。本当に思ってる？それ担当馬娘だから仕方なく付き合ってるんじゃないですか？こいつめんどくせーって思ってません？え？それってやっぱうざいんじゃダメじゃん。本当は嫌なんだ。そんなの君に何のメリットがって走りか。俺の才能にベタ惚れだもんな君は。まあ俺ほどの馬娘はそうそういないからな。
多少振り回されても離れられないというわけか。そういうことであればまあ筋は通っている。いいだろう。その覚悟受け取った。ならばどこまでも付き合ってもらおうか。俺のレースが織りなす盤面、その終局までな。では作戦会議は以上だな。コンセンサスは取れた。君も俺に会いたい時は遠慮せずに言うがいい。有能なる右腕のためならば時間を捻出するのはやぶさかではないからな。分かったな。